10号だったら30万ってことですね。今買い時だって思ってね、3割で作家7割とかね、買い取りと委託っていうものがありまして。ごきげんよう、日本画家の諸星美希です。今日はですね、じゃーん、可愛くないですか？日展の憧れている先生から頂戴したプレゼントなんですよ。こんな可愛い箱に入っていたのは何かというとですね、カップなんですよ。これでなんか飲んでほしいっていうことで、その憧れの先生と私はなんとね、にゃんこのカップお揃いで持つことになりました。先生ありがとうございます。モロケンで使わせていただきます。いただきます。早速です。いつもね、白いカップが気になるってね、おっしゃってくださっていて、それでこんな可愛いカップ頂戴して嬉しいです。私も猫好きなので、本当に幸せ。こんなにいっぱい見て、私を見てるんですよ、猫が。はい、大切に使わせていただきます。さあ、本題です。今日は皆さん大好きお金の話。どうでしょうかね、こんな話をね、今日は準備してみたんですけれど、皆さんは、絵を描いておられる方が結構見てくださっているのかなというふうに思うんですよね。で、絵の価格ってどういうふうにね決まるのみたいなことを学生たちからもね質問をつい最近されたばっかりなんですよ。それでそういえば私もなんとなく価格がついてるなっていう気がしていて、それこそ画商さんですとかね、人によっては師匠からいくらだって言われたとかいろいろあるのかも分かりませんが、百貨店ですとかね、いろいろあると思うんですけれど、ある程度の相場みたいなので決まると思うんですね。だから学生のうちは本当に安いんじゃないですかね。あとはだんだん受賞歴ですとか経歴ですとか年数も関係するのかな。あとは所属団体みたいなのも関係するかもしれませんね。なんかそういうものも全部、あとは売れっ子かどうかみたいなのも関係しますよね、当然ね。そんなので決まっていきますかね。なんで、私もある程度、学生の時は本当に1万円か2万円ぐらいだったのかな、2万円ぐらいだったかな。それで卒業してすぐぐらいで4万円ぐらいからスタートしたんじゃないかなっていう記憶ですね。なんでそんなにね私は高くはないんですけれど、皆さんもね詳しくねご存知の方はいらっしゃると思いますけれど、例えば4万とか3万とかありますよね。5万とかねありますよね。それはだいたいその号数でいけるのは、6号から15号ぐらいですかね。そのぐらいが例えばこうね例えば号3万円だったら10号だったら30万ってことですね。かける10で5ね、3万円だったら30万みたいな感じですかね。そんな感じでだいたい15号ぐらいまでね、6号から15号までがその金額ですよね。だから6号からどんどん小さくなっていきますよね。小さくなっていくと、その号3万円だとすればですよ、号3万円からどんどん高くなるわけですよ。号としてはね。小さい絵には高くなる。それで15号からどんどん大きくなっていくにつれて、その号3万円がどんどん低くね安くなっていくみたいな感じで計算はされます。またこの画商さんとかによ
よるんですかね、その計算方法みたいな。また百貨店は百貨店の計算方法が多分独自であるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。ね、なんかどうですかね。皆さんこう絵とか美術品をね、お買いになるときに高いなって感じますか？それとも、これは今買い時だって思ってね、買うことありますかね？なんか私は欲しい作品がものすごく高くて、すごくね、悲しい気持ちになったりしてね、本当に欲しいものもあるんですけど、なかなかね、そこまでお金が出せなかったりすると、やっぱり近くにね、持っていることができないこともありますよね。あとは可能な限り、ときめいたものは買ってしまう方なんですね。私もね、いろんな作品をアトリエに置いて、生涯囲まれて幸せに暮らしたいと思う方なので、めちゃくちゃ絵がかかってます。ね、小さな彫刻みたいなのも結構あったりですとか、お茶をね、裏千家のお家元にちょっといましたみたいな話もしてたので、お茶道具ですとか工芸のものもすごく好きで、そういうものも多いですかね。なんで、キリがないですけれどね。そうですね。今度画家のね取り分みたいなお話になりますと、取り分はね、割合っていうのはまたそれぞれなんですよ。例えば、画商さんで、4割持っていく、ね、作家が6割とかね、これよくある話かもしれませんよね。とか、ギャラリーさんとかで3割で作家7割とかね、あとは会場費っていうんですかね、展覧会のところは本当にタダにするからその分の割合がねちょっと違うとかね、そういうことがあったり、あと百貨店でしたらね、そこに作家と百貨店っていうあれだったらね、割合はまた違ってきますけど、そこにまた、画商さんが入って、百貨店も入ってでなりますと、もう取り分がねやっぱり3つ出てきましたからね、そうなるともう結構ね大変ですよね。それはもうたくさんね絵も描かなくちゃいけないでしょうし、それだけねシビアですけれどね、厳しいことになりますよね。なんで皆さんはどこの感じでね、展覧会をされているかわからないんですけれども、また何かちょっと気になることがあればね、またコメント欄活用していただければなというふうに思います。なんかね、私はなんか当初師匠もいましたのでね、今亡くなってしまいましたけど、師匠がいましたから、結構買い取りっていうね、システムがあって、買い取りと委託っていうものがありまして、なんか結構買い取りでね、なんか最初の頃はね、絵をね、もう委託はなかったんですよ、私ね。全部買い取って、だから書けばお金に変わるっていう感じの、その代わりその分は安いんですよ。ね、安く買われていくっていう感じでしたね、最初の頃はね。でももう今は時代がもうそうじゃなくなりましたもんね。買い取りみたいな。日本が割と買い取りだったんですよね。多かったんですよね。だけど、今はもう時代がね、不景気ですよね、いろいろね。だから、ほとんどね、委託なんじゃないですかね。だから、本当に売れなければ、作家の方に絵が返ってくるみたいなね、本当に現実はあると思います。なのでね、みんな、本当に絵描きは厳しい、時代になっているかなっていうふうに思いますね。はい。ここから先はまたちょっと細かいね計算方法とか数字とかは
有料版のメンバーシップができましたので、そちらの方でね詳しくねこの踏み込んだ話はさせていただこうと思いますので、ぜひメンバーシップにも入っていただければ幸いです。メンバーシップの方はこの先も違うその限定動画の方でこれの続きをどうぞご覧くださいませ。はい、じゃあ今日はこの辺にいたしますか。それではまた。